皆様、いつもご視聴いただきありがとうございます。ゆうおぐーぐーです。さて、今回はいよいよアスカ3への挑戦動画となります。最後まで見ていただけましたらとても嬉しいです。どうぞごゆっくりご覧ください。今回、ウレシートという指定席で三宮へ向かいました。実は私が予約したウレシートの列車は快速だったんです。新快速ではなかったことで少し時間がかかりました。夫からは笑われましたが、それでも遅延なく無事に三宮へ着きました。タクシーでメリケンパークオリエンタルホテルの中にある中取手ターミナルへと向かいます。15時から上のクラスの方から順に呼ばれて入ります。15時5分入れました。ボーディングブリッジからちらっと船が見えるたびにワクワクします。 ID カードでチェックインします。もうここは非日常空間です。私たちは10階に上がりました。今回初のアスカ3への乗船です。しかもミッドシップスイートにキャンペーンでお得な価格で入らせていただくことができました。実はアスカ3の船内は洋上の美術館とされていて、広範囲で作品を楽しむことができます。日本旅行ティス京都西口店のスタッフの方々が数少ないお部屋をお手配してくださいました。今回も大変お世話になりました。ありがとうございます。お部屋なんですが左舷にしてくださいました。特に希望はしていなかったんですが、左舷ということで船は右側通行なので、西に向かう船とか和歌山の海岸線、パイロット船が見えるかもとっても楽しみにしています。お風呂なんですが、広めのバスタブ、ハンドシャワーがあり、バスローブなんかもついています。ダブルボール洗面台、とっても嬉しいです。シモンズ社のベッドはハリウッドツインですね。枕は硬め、柔らかめの2種類あります。お部屋の冷蔵庫の中身はインクルーシブです。飲んだら次の日には補充をしてくださいます。アルコールも入っていました。ミニバー付きでシンクもついています。ミニバーにあったポットはイギリス生まれのラステルホブスのポットですね。初めて見ました。お茶はやめ茶、紅茶やコーヒーが揃っていました。リビングのソファーベッドを使用すれば3名の宿泊が可能になるようです。ミッドシップスイートのお部屋には特別企画としてミーツ47都道府県として各県の名産品やウェルカムドリンク、スイーツなどが置いてありました。テーブルにあったのはクヘージクレマンドブルゴーニュというスパークリングワインでした。これは後で2人で飲むことにします。このワイン 750ml もあるので、レストランに持ち込むことができるかどうかをお聞きしたところ、持ち込み料がかかるということでお部屋でいただくことにしました。さて、間もなく避難訓練が始まるので、それまでルームツアーをもう少し。ドライヤーはパナソニック製でした。クルーズ船にはヘアアイロンは持ち込むことができないので、ヘアセットはこれで行います。髪を巻くヘアカーラーがあると良いですね。トイレはバキューム式です。飛行機と同じですかね。クローゼットは熊本産のいぐさの良い香りがしました。いぐさには優れた脱臭効果があるようです。
ハンガーは滑り止めがついているのとピンチがついているのと合わせて16本ぐらいかな。しっかり数えていませんでした。これはお風呂用の風呂敷です。今回は使っていません。スリッパの履き心地は良かったです。金庫が引き出しに入っていたのですが、引き出しが邪魔をして金庫は15センチほどしか蓋が上がらなかったので、大きなカバンは無理そうでした。中身を取り出すときに手を扉で当ててしまいます。金庫の分だけ引き出しにも収納ができません。これは改善してほしいところの一つですね。テレビは大画面が2つあります。一つはリビング、一つは寝室です。寝室とリビングの扉を閉じるとテレビの音はほとんど聞こえませんでした。これはとってもいいですね。そろそろ避難訓練の時間です。救命胴衣の説明などビデオを見ます。カードキーにマスターステーション A2 ルミエールシアターと書いてありました。サインが鳴って館内放送で集合場所に行くことにします。基本的に避難場所はお部屋から一番近い階段を使って行けるところです。今回は6デッキのシアターでした。ここでも ID カードをかざしてチェックをします。私たちは6デッキから上がって11デッキに来ました。こちらのレストランは6時から24時までですが、途中お食事の入れ替えで、休憩があるようです。でも朝からビール、ワインのインクルーシブです。それではビールもいただきます。ビールの横にはハイボールがあるようですね。他には赤ワイン、白ワインが提供されています。美味しそうに注いでくれました。テーブルのお皿にはサンドイッチや巻き寿司、握り寿司、マカロンなどが盛られています。17時になれば夕食になります。退出して夕食までの時間を空けないとお腹が空きませんね。他にも筑前煮、銀だらのかす漬けにサーモンマヨカツなどたくさんのお料理が並んでいます。パンも豊富にありますね。アンデニッシュ、ブリオッシュブルーベリーデニッシュ、ベーコンとイチジクのバケットなど本当に美味しそうですね。そして本日のおすすめはサーモンとイクラでした。鶏とレンコンの甘辛炒めは食べようかなと思ったんですが、お腹がいっぱいになって食べられませんでした。ここは豚肉料理のコーナーですね。そしてスイーツです。ホワイトショコラチーズケーキやパイナップルケーキ、宇治抹茶ジュレなど美味しそうなものばかりが並んでいますね。ロールキャベツ、麻婆豆腐、バターチキンカレーにポークカレー。夫がポークカレーは美味しかったよと言ってました。そしてソフトクリームはセルフなんですが、アイスクリームはクルーに行って取っていただきます。フルーツなどを適度に軽食をいただいてお腹も満足しましたので、大浴場へ行きたいと思います。混雑状況は見ていませんが、まずこの時間だと空いているだろうと思って行っています。夫からナイトストレッチは予約制と書いてあるねと教えてくれています。一応と言いながら後でタブレットで調べたら満席でした。空いていなくてよかったです。お部屋はこんな感じですね。見晴らしがいいです。アスカ3には多目的トイレがあるようです。5デッキ、6デッキ、11デッキです。11デッキの方から12デッキへ行くんですが、階段を使います。少しでもお腹を減らすようにです。一番見晴らしの良い12デッキの選手に
こんなに贅沢な大浴場があるなんてという感じでした。まだ明るい時間でしたので空いていてよかったです。サウナにも入りました。残念ながら露天風呂は出港1時間を過ぎていなかったのでまだ入れませんでした。サウナから海が見えて気持ちよかったです。大阪と和歌山を見ながらの夕涼みです。それにしてもバルコニーは広いですね。実は乗船してすぐにスクリーンゴルフの予約をしていました。レストランは予約できませんでしたが、スクリーンゴルフの方は1時間予約ができました。私は初めてですのでちょっと難しいなと思いましたが、夫の方はなんか楽しそうでしたね。マニュアルもありました。本当に丁寧に書かれているんですが、私にはちょっとちんぷんかんぷんでした。私がプレーに入ったところグリーンではないところに行ってしまったので、夫が代わりに打ってくれたんですが元に戻らず、私の腰も痛くなって途中でやめて退出することにしました。ゴルフは私の体力では難しいです。次の人が見に来たので早めに終了。今から夕食に行こうと思っております。五デッキには診療所がありますね。船で海上に出ると日本国内でも健康保険は確か適用されないと思います。ご心配な方はぜひご自身で国内旅行保険に加入なさるのがいいと思います。今夜のお食事は予約が取れないので、予約なしで行けるフォーシーズンダイニングに行くことにしました。タブレットで予約を入れようとしても満席の表示ばかり。ご心配な方は内線電話でレストランについてお聞きするのがいいかと思います。私たちはちなみに最終日の夕食の予約は取れておりました。13日の予約はお部屋でのお食事に切り替えました。インルームダイニングです。ということで5デッキの4シーズンダイニングの方へやってきました。実は夜食もいただきたいのでコースにせずに一品一品注文しました。お刺身の盛り合わせ、そして馬刺し、ハマグリのお吸い物などとても上品な一品料理でした。美味しかったです。夫が言うにはハヤシライスがとても美味しかったようです。カニクリームコロッケとスープもとっても美味しかったですね。少し物足りないような量でしたが、夜食をいただく予定にしてましたのでちょうど良かったです。夕食をいただいている時間でもう8時を過ぎているんですが、まだまだたくさんの方が来られていました。21時から21時半までのお食事が終わったひとときはジャズの音楽に酔いしれます。全部お聞かせできないのが残念です。ジャズを聴いて良い気分のままエムズガーデンで夜食です。大人のひとときを日本酒がいただけます。泉橋というお酒は神奈川県の海老名市の酒造会社だそうです。とってもすっきりしてちょっと辛口でした。ご飯と鮭、明太子、しらす、梅干し、わさびなど、それでお茶漬けにします。冷酒をいただきながらお茶漬けなんて嬉しい夜食です。少しだけ揺れを感じます。一応アネロンは朝1錠服用してきました。次はフルーツです。メロンが甘かったです。
ロゼワインもいただきます。いつの間にかチョコレートケーキもお皿に、何番目の胃袋に入ることやら。2度目の満腹です。今回もよく食べました。美味しかったです。ごちそうさまでした。お部屋に戻ってから缶のワインを1個開けました。アントオックス社のメルロールイボス缶ワイン赤です。とても飲みやすくて果実の味がして、天然添加物で構成されていると言われているように、私にはフレッシュジュースのようなワインでした。皆様、今回も動画を最後までご視聴いただきありがとうございました。アスカ3クルーズの旅パート1をこの辺で終了させていただきます。アスカ3はアスカ2に比べるとだいぶラグジュアリーで大人な船です。船の至るところでくつろげる場所があります。パート2ではそんな癒しとくつろぎの時間をもう少し見ていただきたいと思います。ぜひ次回もチャンネルにお越しいただけましたら嬉しく存じます。高評価やチャンネルのご登録もよろしくお願いいたします。それでは皆さん、ごきげんよう。